なぜそこでお友達だったり、一緒に学ぶ仲間だったりする仲間なのにいじめっていうのが発生するのか。こんにちは。今日も宗介先生とふんわり魔法の授業室へようこそいらっしゃいました。このチャンネルは皆様からいただいたご質問、ご相談などをもとに、普段先生という形で活動させていただいている私が、それにお答えしながら、誰しも自分自身で考え進めたり、検討を進める、そういうことが難しくなりやすい事柄に関して、共に対話をしながら話を進めてみようという趣旨で開設されたチャンネルです。そこで今日いただいているご相談なんですけれども、本日はですね、いつも相談質問という形でいただいているんですけど、今日は多少感想といいますか、自分の体験を振り返っているようなものですね。これは生徒さんといいますか、お子様、だった方からいただいたものなんですが、その方はもういじめを受けていたということなんですよね。具体的ないじめの内容とかは、ここでね、あまり挙げる必要もないかなと思うんですけれども、いじめを受けていた。で、その時、もちろんいじめと言われるものをやられる、それによって攻撃されたり、否定的なことをされたりするのは、それ自体が辛かったんだけれども、もっとなんか自分の中で、俯瞰している感覚があって、そういう、周りの、あるいはいじめっ子のみんな、などなどが、そういったいじめという振る舞いをすることそのものが切なく感じられたということだったんですよね。自分がいじめられているのは辛いんだけれども、そういうことをする人がいるということが切なかった、ということなんですが、これは皆さんこのお話聞いてみてどうお感じになりますか？大抵ね、いじめをするのが良いのか悪いのかとか、良いことはあんまりないと思うんですけれども、いじめは良くないぞと、そんなことしたらね、その仲間外れとか、これから精神的なね、ダメージもね、ずっと残っていくんだ。子供さんたちの成長、さらにその先まで影響があるんだから、やはりいじめというのは、ぜひとも撲滅せねばならない風習、振る舞いなんだというね、ことは基本的には私たちがもうほとんど社会的に共有している認識かなと思いますね。ただ、そこで今の考え方では、いじめが良いのか悪いのか、いじめは良くないものだから、排除すべきじゃないかっていう、いじめそのものに着目した見方だったんですけれども、このね、生徒さんが言ってくれたことっていうのは、そこからまた一歩抜け出ていたんですよね。自分がいじめを受けて辛い、それでね、学校に行けなくなったっていう面があったっていうのも事実で、その後ね、なかなかいろいろ困難はあったのですけれども、ただそこで、その相手をね、恨まない。もちろんね、嫌だなとか、そういう人とまた会いたくはないなっていう気持ちはあると思うんですが、そこにとどまらず、人間がそういう振る舞いをするんだなっていうこと。あとは、やはり、1対1で関わってる間はそうでもないのに、集まるとなんか自分いじめられるとか、なぜか自分がそういう位置づけになって、ちょっとおちょくられてしまう。そういう事態が発生するということそのものについて、今回感想をくださった生徒さんは、切なく感じたということなんですよね。これはね、大変奥行きあることに触れているんじゃないかなと感じますね。やはりね、人間がどのように生きるのかっていう話に関わってきていますから、私たちはどうしても何度もこのチャンネルで出てきていますが、最初は一定の枠組みに従って成長するしかないとして、なので、何歳になったらハイハイ、何歳になったら
言葉が話せるようになって、いつ頃には勉強することができてみたいな。で、自転車に乗れて学校に行って、で、これこれという科目で成績を取ったりとか、なんとかっていう科目の勉強をして、大人というか社会の構成員になる準備をしたりする。で、それが済んでね、社会の構成員というものになれば、またそこで叱るべき振る舞いを身につける。そういう作業が必要になってきたり。で、それを積み重ねて、生きていくというのが、私たちのね、基本的な今の世の中で生きていくというものの様子といいますか、あり方ですよね。で、そういう中で、今回はね、生徒さんからいただいた感想ですので、学校というものに、今これをお聞きくださっている方のかなり大半の高い割合の方々が学校という枠組みに入ったことがあると思いますので、ちょっとその辺をイメージしていただきたいんですけれども、学校でまずね、勉強しに行ったり、お友達、人間関係を構築する、そういうものを学ぶと言いますか、体験すると言いますか、そういう場としての枠組みに入って、で、なぜそこでお友達だったり、一緒に学ぶ仲間だったりする仲間なのにいじめっていうのが発生するのか。今回の生徒さんはもうこういう視点をお持ちだったってことですよね。なぜそんな人のことをね、悪く言ったりとか、もう物理的に殴ったりとか、仲間外れにしたりとか、そういうことが人間が成長する間に必要というか、付随してくるのか、くっついてきちゃうのか。これは皆さんどのように考えますか？おそらくね、いじめをした体験もあったり、された体験もある。そういう方々もお聞きくださるかと思うんですけれども、いじめをする側はね、何でしょうか。いろんな要因がまたあると思いますけれども、お家でもね、親御さんからすごい厳しくしつけられたり、あるいは物理的に本当に殴られたり叩かれたりしていたり、そういうお子さんがね、外でも他の人を殴ったりいじめたりするっていう、そういうつながりになってしまうっていうのは、これは精神科というか、そういう教育か精神科、そのあたりの家族のあり方がどのように子供たち、代を重ねていくごとにどのように伝播するかっていう話は研究されているところだと思うんですけれども、そういう面とかね、あとはいじめをされる側っていうのもね、これはいろいろ論争がずっとあるところですけれども、いじめられる側にも理由があるんじゃないかとかね、いじめる側が完全に悪いんだとか、いじめられる側がいじめられそうな顔してるから悪いんだとかね、もう一昔前のジャイアンみたいな感じですけどね、ジャイアンはそこまで悪いものじゃないですかね。で、それはいろんな要素があるのはいいとして、なぜそこでいじめとかね、広い意味で言うと、誰かを害するっていうような発想、行動が出てくるのかというところですよね。これはそう簡単に答えは出ないと思うんですが、ただ一方で、答えを出してしまえば、その答えによって物事を捉えたり判断したりすることが可能になってしまうがゆえに、その答えを出すことがまたいじめに、今回のね、例で言えばいじめにつながるんではなかろうかというようなね、見方ももしかしたらできるかもしれませんね。例えば、進学校とかね、いじめは結構ひどいと言いますし、実際そのようなんですけれども、私も関わっていると。それは、例えば進学校では成績が優秀でないと、広い意味で言うと許されないから。なので、先生からももっと頑張れよと言われるし、なんでそんなこともできないよと言われる場合もある。で、仲間たちの間では、お前そんなこともできないのかよ、バカじゃんと言われる。で、そういうね、進学校のみんなとかは頭も良いですから、いじめもまたね、いろいろ高度なものになったりして、仲間外れだったりとか、その対象の人にね、何か情報を与えないとか、その人がちょっと休んだ時とかも、
どんな授業やったのかとかを教えないとか、そういうことによって、やっぱり広い意味でいじめられる。なぜこれがね、私たちにとって必要と言いますかね、発生してきてしまうのか。ここはね、本当に答えを出すつもりではないんですけれども、やっぱりね、自分たち自身が何をしているのか、あるいは人間、この世界に生きている人、存在としてどうかっていう、ちょっと今ね、一番抽象的な感じの言い方をしちゃいましたけど、いじめたり人を害したりするっていうことが、存在としてどうなのかっていうことですね。もちろん種によってはね、当然肉食のイメージしやすいところでは肉食動物の皆さんは、他のお肉を、生きているお肉を食べられる状態にしなきゃいけないので、どうしてもね、そういう人たちじゃなくて、そういう動物の皆さんを襲っていただく、召し上がるっていうことが必要になるかとも思うんですけれども、人間として今私たちどうなのかっていうことですよね。進学校じゃなくても良いんですが、お友達をいじめることが自分の生存と関わっているのかとかね、今の肉食動物との関連で考えてみると、その可能性もありますよね。先ほどのお家でも親御さんにすごい圧力をかけられている、プレッシャーを受けているから、自分を見つけると言いますか、自分が表現してみる、自分のパワーを感じるには学校で誰かをいじめるしかないとか、そういう面もありそうですもんね。で、いじめられる側はね、さすがにいじめられているので、いろいろそこの時点ですでにダメージを負うことになりますから、なんて言ったらいいんでしょうか。そんな風にね、普通に共同生活を送るだけで、マイナスのダメージを受けなければならないのだろうか、私たちはっていうところですよね。で、もっとこの部分はいろいろね、積み重ねれば、どんな話までも出てくるのかなと思いますし、皆様もね、無数に体験をお持ちだと思うんですけれども、こういう様子、今回ね、ご相談といいますか、感想を寄せてくださった生徒さんは、こういう様子がむしろ切なく感じたということですから、そのあたりにも何かヒントといいますか、私たちの振る舞いに、照り返すものがあるような気がしますよね。少しだけ具体化というか取り出してみれば、やはりそういういじめをするような人たちの心のあり方、プラスそうせざるを得ないようになっているその人の置かれた状況、環境っていうものが、言ってみれば不憫なというか、まさに切ないという表現が一番適切なのかもしれませんけれども、そういう風に感じられたということですよね。これはね、どうなんでしょうか。多分なんですけれども、今お話冒頭に出した生徒さんのようにお感じになる方も結構いるんじゃないかなと思うんですよね。で、おそらくなんですけれども、そのように感じる方は、さすがに自分がいじめることはあまりないだろう。いじめられる可能性はなかなかちょっといかんともしがたい場合もあるでしょうけれど、そう考えるとね、やはりそのように、自分の振る舞いがどういう心から発生しているのかっていうものを見つめるっていうのは、いじめをなさる方とか、私たち誰もにとって欠かせないことなのかなっていうふうに感じますよね。で、それがやはり人間が、人間たることのゆえんであるのかななんてね、思ったりもして。で、ここで何か今回はね、特にすごく問題を解決なんてことはなおさら今回ないのですけれども、ちょっと珍しいと言いますか、示唆のあるお話をお聞きしたので、皆様にお伝えしてみました。はい。それではこれで今回終わりにさせていただきます。皆様もお元気でお過ごしください。失礼します。さようなら。